はいどうも、リーダーです。ですね、今朝、朝練を、アルディアン・スティパニッチ獲得した監督でやってたんですけども、その成果が出たんで、ちょっと動画にしてまとめてみました。ですね、お相手も強い方だったんですけども、なんとか、この監督で撃破することができたんで、ちょっと見ていただきたいと思います。そうですね、お相手は4321のポジションで、来られて、私の方は、3223、前3枚ですね。で後ろが、3バックで、今回はこの前結構失点してしまったんで、ディフェンスを少し下げてやってみました。で DMF も少し、ディフェンスの方に寄せてやってみました。で、前2人に、プレイエリア幅制限で、お相手の、ルートフットにハードマークで、ハードマークをそうですね、ルンメニゲに、もう一個つけました。では試合見てください。そうですね、この監督の使用感はもう自陣でなるべく持ち込まれないようにして、取ったら前にとりあえず3枚の誰かに預け、そうですね、両サイド、ミッドフィルダーに渡して、その間また 3CF の上がりを待つっていう形ですね。いい位置で、中盤なんかでいい位置で取れれば前に預けられるし、そのままスルーパスでもゴール前に走ってくれたりなんかするんで、すごく試合はすごくしやすいと思います。でこれなんかもちょっと攻め込まれちゃって危なかった場所だったんですけども、なんとかちょっと止めることはできたんで、そうですね、ここでもう前が取った後サイドにでも上がってるんで、で前に預けて、でここはうまく飛び出しをしてくれて、ディフェンス1枚かわしてくれたんで、そのままゴールに向かって得点っていう形ですね。で、以前は攻撃意識を1個上げて、開幕から攻撃意識を1個上げてたんですけども、結構失点につながってたので、今回は、開幕からは上げないで様子を見ながら試合をしました。そうですね、ここでももう取れるので、取ったらもう前に預けるっていう感じですね。で中盤でも結構両サイドにいるので、いい位置で取れればすぐ速攻でカウンターで攻めれると思います。監督自体は監督がそうだな、確かカウンターのポゼッションだったと思うので、なかなか慣れてないと、私ずっとカウンターの監督を使ってたので難しいんですけど、こういう風に前に走ってくれたりなんか、選手によってはそうですね、2列目からの飛び出しとかを使えばの選手を起用すればこういう風に飛び出してくれたりなんかするので、もう開幕からもう2点、早速2点差でいけました。でもサイドに1回渡して、でこっちも逆サイに振ってから、そうするともうスルスル前に上がってくれるので、すごく攻撃のそうですね、攻めやすいのはありますね。でここもちょっと落ち着けばよかったんですけど、結構前っていう自分の意識が高くて、もうちょいゆっくりボール回してもいいですね。一旦見たりなんかして。
スすると今みたいに両サイドが、そうですね、多分メッシだと思うんですけど、メッシもスルスルボールを一回預けた後上がってくれるんで、ちょっとためを作ってからまたメッシに預けたり前に預けたりっていう、結構攻撃の選択肢はすごく広いと思いますね。で、お相手もちょっと今中盤でボールを回してなかなか攻め込めないちょっと時間が続いてますね。で結構前にそうですね行ってくれるんで、いい距離を保ちながら前にいるんで、多分お相手もボールが出しづらいんじゃないのかなっていうのはありますね。ここも今上に預けた後走ってくれたので、前に走ってくれたので得点につながったと思います。あそこでそうですね、クライフの上がりを待つっていう形で得点につながりました。で、そうですね、ここからお相手がフォーメーションを変えてくるんですね。でフォーメーションによってはすごく攻めやすいのかもしれませんね。私も最後ちょっとチェックすればよかったんですけども、選手の入れ替えぐらいかなとは思ってたんで、フォーメーション、相手のフォーメーションをチェックしないでこのまま始めてしまって、ここからちょっとお相手のプレーが変わってくるっていう場面ですね。でもここで速攻1点です。いや、ルンメニゲはもう何さしても強いですね。で、お相手は3-3-2-2ですねの形で、お相手も3バックにして、もう攻撃主体でガンガン前に、お相手も攻撃意識を1個上げで、もう前で取られちゃうとちょっと厳しいなっていうのは実際この監督のところはありますね。3バックはどんだけ、そうですね、前の3人がどの位置でボールを取れるかによってだいぶ攻撃が優位に進められるのか、こちらがだいぶ手前に止まってしまうのかっていうのが結構ありますね。で、あんまりそうですね、前にボールが渡らなくなったらちゃんと DMF、 そうですね、その上の CMF に預けて、で両サイドメッシだったり、私はメッシとクリロナを使ってるんですけども、そこに預けて前の上がり走り出しを見てパス出したりまた戻したり、なんかもうすぐ、そうですね、前半で1点差で終えることができたんですけども、お相手もフォーメーション変えてからこちらのフォーメーションの対応を取れちゃったのかなとは思いますね。ちょっとこちらも前半ではやってないような動きをちょっと見せようかなと思って、開幕からロングボールで前にちょっと預けてみました。結構こう揺さぶるのも大事かもしれないですね。ちょこちょこパス回しをしてたのにいきなりロングボールを前に預けてみたりとか、サイドにボール散らしてみたりとか、ちょっといろいろやってみると結構面白いかもしれないですね。でここも同点になるかなと思ったんですけども、タイミングよく外れてしまったんでよかったと思います。いや、ここのもう飛び出しはいいですね。
で、レジェンドのファンバステンが活躍してくれたので、だいぶ良かったです。で、サイドの上がりを見て、で、真ん中もう上がってきてるところで、パスですね。走り出しを見て、結構コーナーでこうやってキャラを前に出されると、高いボールで奥に預けたとしてもなかなかうまくいかないんですよね。戦術が。ここもうまくいかなくて。いや、ここはもうクリロナが背中で相手を背負って前にじりじり行ってゴールを決めたシーンですね。結構ゴール前で落ち着けば得点につながる時ってありますね。で、ここもお相手がルンメニゲの上がりを見てて、でそれも私確認しながら前に行っちゃうとダメだったんで、あとこういうフェイント入れてゴールドリブルで抜いてこようとするときって結構それに相手に合わせちゃうと結構いとも簡単に抜かれちゃうんで、自分の場合はあえて動かないで待ってるっていうのを選んでますね。そうするともう置き去りにされるか、うまく止められるかっていう、結構止められる方が多いんじゃないですかね。ゴール前でも切り返してダブルタッチで来るときなんかもあえて動かないで待ってるっていうのが、相手も動いたことによって、こっちが動く反応したことによってダブルタッチの方向を決めてると思うので、あえて動かないっていう、それぐらいですかね。ダブルタッチとかフェイント入れたドリブルの対応っていうのは。で、ここもうまく、ドフリーだったんで、ちょっとここはすごくもったいないシーンだったんですけど、結構見るとフリーで待ってるよっていうシーンがあったりなんかするんですよね。で、相手も得点差があるので結構ガンガン攻めてくると思ったので、ここでフットに交換して相手の攻撃を防ぐような形ですね。で、前は、今週 B のモラタを入れてちょっと1点2点スパサブ活躍できたらなと思って交換しました。ちょっとここでね、ハードマークが取れてしまって。ハードマーク効果があるのかわかんないんですけども、ハードマークちょっととりあえず前2人とか前1人に対してつけてますね、必ず。ここもうまいですね、お相手。あそこで私だったら打っちゃいますね。あそこでムバッペの上がり見てパス出してシュートっていうのがすごく冷静に見れてるなと思います。で、ここでそうですね、失点だったんで、お相手の前2人にムバッペとクリロナにハードマークをつけて対応していきたいと思います。もうモラタの飛び出しを期待して開幕からのスルーパスするで、ちょっとね、ここではそんな簡単にね得点は入らなかったですね。もうお相手も選手の上がりをサイドで待ってる形ですよね。で、このモラタが走り込んでるので、相手のちょっとディフェンスがね一枚しっかりくっついてたので、なかなかパスというか展開は作れなかったんですけども、
いや、ここでね、交換したフリットがいい動きをしてくれるんですよね。で、もうここでお相手、全上げですね。もう恐怖の全上げです。もう恐怖でしかないです。こんな全上げでガンガン攻めて込まれてくるっていうのは。で、前の2人がね、得点力のある選手なんで、恐ろしいですね。もうこう前にガンガン来られちゃうと、こっちも自陣からボール、相手エリアにボールが持っていけないっていう形で、で、サイド使って、で、ここでも前に選手が、前の選手は行こうとしてるんですよね。パスが通らなくて、変なところにちょっとパス出しちゃって、で、これで失点につながるっていう。もうちょい落ち着いてゆっくりボール持って上がってもいいのかなと思いますね。で、ちょっともうここまで追い込まれてしまって、で、私も、そうですね、もう守備に徹しようかなと思って、守備の意識を高めてます。で、結構もう前に出てくれてるんですよね。今見ると。ちょっとオフサイドにはなってしまったんですけど、タイミング見てうまく出せれば得点につながったのかなと思います。はい、こんな感じで朝練の成果が、少しは出たんじゃないかなと思います。などが1点の差で、試合は、ここで終了になります。この動画が、役に立ったよ、楽しかったよっていう方は、チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いします。また、動画を作成しますのでよろしくお願いします。ではまた。